ちは、ぴよぴっこです。今日は原神のシュトラリおばあちゃんを作ります。シュトラリといえば、綺麗な髪のグラデーションが特徴的。今回はポリエステル生地を染めることができる、このポリエステルダイを使って毛先をグラデーションにしてみたいと思います。髪に使うのは 5mm ボアの104番。これをポリエステルダイのローズピンクとパープルで染めたいと思います。染め液を作ります。お湯 500ml、染料 1g をお湯で溶かします。まずはローズピンクから。濃色促進剤 1g。布を濡らしてからグラデーションにしたい部分までつけます。ぬるま湯で洗います。続いてパープル。同様に染め液を作り、今度は毛先のみをつけます。ぬるま湯と食器用洗剤でしっかり洗います。タオルドライをしてボアの毛並みを整えながらドライヤーで乾かします。理想的なグラデーションに染めるのはかなり難しいので、余分に染めておくと安心ですよ。グラデーションの位置に合わせて型紙を書き写します。後ろ紙は生地を貼り合わせてから裁断します。中間縫いで最近よく見かけるロングヘアの表現をやってみます。後ろ紙に複数のスリットを入れます。紙の生地が用意できたので、早速縫いを作っていきます。お顔と体の刺繍をします。刺繍糸はすべて25番刺繍糸、1本取りです。今回の頭部は中間縫い10センチくらいのサイズ、かなり小さいです。小さい縫いはとっても可愛いのですが、刺繍の粗は目立ちやすいというデメリットもあります。初心者さんは、まずは15センチか20センチくらいのサイズを作ってみることをお勧めしています。バックステッチで縁取りをすると、縁がくっきりするだけじゃなく、お顔の情報量が増えておしゃれに見えるというメリットもあります。今回はアイラインと瞳を縁取ってみました。前髪をジグザグ縫いで刺繍します。縫い目は 0.3mm、振り幅は 2mm です。
残りの眉毛などを刺繍します。続いて立体前髪を作ります。立体前髪のやり方は過去動画で解説しているので、チェックしてみてね。お顔と重ねて刺繍します。エアインテークを刺繍と立体前髪で表現してみました。お顔の刺繍が完成しました。ボディの刺繍もしておきます。シトラリのネイルは手足の肉球で表現します。刺繍がすべて終わったので、いよいよ組み立てていきます。三つ編み用の毛束を縫い付けます。仕上げにチークをつけます。毛束を縫い付けます。シトラリおばあちゃんが完成しました。足長ボディが似合いますね。グラデーションがいい感じ。今回15センチに仕上がるようにしたのですが、実はこちらの縫いポーチにジャストサイズなんです。ショップ縫いのクリームソーダポーチ。セットのアイス帽子をかぶせて、ポーチに縫いを入れるとクリームソーダの出来上がり。ポーチごと縫い取りしても可愛い。ぶどうの他にも、ブルー、メロン、レモン、
いちごの5色があります。推しカラーに合わせられるのが嬉しいですね。これは推しをイベントに連れて行くのに最適すぎる。ちなみに、ピヨピッコ監修の13センチ縫い、20センチ縫いを入れるとこんな感じ。概要欄にリンクを貼っておくのでチェックしてみてね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ピヨピッコでした。